今回読むお話は、マッチ売りの少女です。リラックスしてお話を楽しみましょう。それでは、お聞きください。昔々、雪がたくさん降っていた大晦日の夜のことです。ボロボロでみすぼらしい服を着たマッチ売りの少女が、寒さに震えながら一生懸命道を通る人たちに声をかけていました。マッチはいかがですか？誰かマッチを買ってください。でも誰も止まってくれません。お願いします。一本でもいいんです。誰かマッチを買ってください。今日はまだ一本も売れていません。場所を変えようと少女が歩き始めたとき、一台の馬車が目の前を通りました。危ない。少女は慌てて避けようとして雪の上に転んでしまい、その時に靴が飛んでいってしまいました。その靴はお母さんのお下がりで、少女の足には少し大きすぎましたが、少女の持っているたった一つの靴でした。少女はあちこち探しましたが、どうしても見つかりません。仕方なく裸足のまま歩き始めました。冷たい雪の上を歩いていると、少女の足はぶどうのような色になっていきました。しばらく歩くと、どこからか肉を焼くいい匂いがしてきました。ああ、いい匂い。お腹が空いたなあ。でも少女は家に帰ろうとしません。マッチが一本も売れないで帰ると、お父さんは決して家に入れてくれません。それどころか、この役立たずめとひどく叩かれるのです。少女は寒さをしのぐために家と家との隙間に入り、しゃがみ込みました。それでも寒くて凍えてしまいます。そうだ、マッチを吸って温まろう。そう言って一本のマッチを壁にすりつけました。マッチの火はとても暖かくて、まるで勢いよく燃えるストーブの前に座っているようです。わあ、なんてあったかいんだろう。気持ちがいいわ。少女がストーブに手を伸ばそうとした途端、マッチの火は消えてしまい、ストーブもなくなってしまいました。少女はまたマッチを吸ってみました。あたりがバッと明るくなり、光が壁を照らすと、まるで部屋の中にいるような気持ちになりました。部屋の中のテーブルにはごちそうがたくさんあります。不思議なことにガチョウの丸焼きが湯気を出しながら少女の方へ近づいてきました。うわ、美味しそう。その時、マッチの火が消えてしまい、ごちそうも部屋もあっという間になくなってしまいました。少女はがっかりしてもう一度マッチを吸りました。すると大きなクリスマスツリーが光の中に現れました。ツリーにはたくさんのろうそくがきれいに光っています。思わず少女が近づくとツリーはふわっと消えてしまいました。またマッチの火が消えたのです。でもろうそくの光は消えずにゆっくりと空に昇っていきました。そしてろうそくの光はたくさんの星になりました。その星の一つが長い尾を引いて空から落ちてきました。あ、今誰かが亡くなったんだわ。少女は亡くなってしまったおばあさんの言葉を思い出しました。星が一つ落ちるとき、一つの魂が神様のところへ行くんだよ。ああ、大好きなおばあさんに会いたいな。少女はまたマッチを吸りました。すると、パーッと周りが明るくなり、その光の中でおばあさんがにっこりと笑っていました。おばあさん、私も連れてって。火が消えたら
また会えなくなるなんて嫌。私、どこにも行くところがないの。少女はそう言いながら、残っていたマッチを一本、また一本と、どんどん燃やし続けました。おばあさんは少女を優しく抱きしめました。わあ、おばあさんの体、とっても暖かい。そして二人は光に包まれて空へと高く登っていきました。次の日の正月の朝、町の人たちは少女が微笑みながら雪の中で亡くなっているのを見つけました。かわいそうに、マッチで体を温めようとしていたんだね。女の子が大好きなおばあさんに会い、天国へ行ったことは誰も知りませんでした。おしまい。皆さん、いかがでしたか？マッチ売りの少女はデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンが書いたお話です。アンデルセンはグリム童話で有名なグリム兄弟とも親交があったとされ、世界中を旅した旅人でもあったそうですよ。少女が最後亡くなってしまって悲しいお話でしたが、少女にとっては幸せな最後だったので、そこは良かったなと思います。ただ、お父さんを殴りたい気持ちにはなりました。皆さんの感想もぜひコメントで教えてください。それでは次のお話もお楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。